こんにちは、キキです。今日はリクエストにいただきました BTS について占っていきたいと思います。今後の運勢について占っていこうかなと思います。それでは、占っていきましょうか。それでは、占います。はい、結果出ました。今回 BTS の、仕事面の今後についての運勢について占っていきました。これが過去、これが現在を表すカードとなっています。で、現在妨害しているカードですね。で、BTS の潜在意識、行動面みたいなところのカードとなっております。これが本音のところ、潜在意識。で、近い未来のカードとなっています。で、これが今後の展望。で、周囲の反応で、本人たちの願望で、結果という学びになっております。過去からいきます。過去が司祭の逆位置ですね。結構成績とか業績の変化が激しいっていうようなカードとなっております。あと、目上の人、年上と相性が悪くて、結構協力者がちょっといないとかね、そういう風なカードになってるんですよね。何かありました？私よくわからなくて。なんかこんなことあったよ過去にっていうのがあったら教えてもらえるといいですねっていうような内容になってますね。なんか作った商品がなかなか売れないとか、そうなんですよね。上司に苦労させられるみたいな感じのカードとなっております。商品が売れないっていうのはやっぱりコロナでね、流れたりとかすることもあるだろうか、そういう意味合いかなとは思うんですけど、現在表すカードが女帝の逆位置となっております。ここもね、結構厳しいことが出てますね。結構一生懸命努力してもなかなか結果に結びつかないとか、働きすぎなのかな、知らず知らずに過労になってたりとか、ちょっと辛い時期ではあるって、今基礎固めをしっかりとしないといけないところがあるかなとか、と仕事がなかなかはかどりづらいとかいうような感じですね。集中力にかけてミスが多くなるとかいうようなところなんですね。コロナの影響が響いてんのかな。でもダイナマイトとかね、すごい調子がいいからね、なんでこのカードが出てるかがよくわからないんだけど、コロナかな。で、このカードが、妨害していることとか、現在はね、何ですか、アドバイスカードとなっておりますね。悪魔の聖地。やっぱ環境が悪いと、束縛される仕事だし、集中力がなかなかいかないっていうのと、うまい話には落とし穴があったり、危険な計画に乗りやすいので注意した方がいいですよみたいなカードとなっておりますね。束縛が激しいんでしょうって、深夜残業とか徹夜続きになるみたいな意味なので、もうとにかく忙しいと。あと水面下で致命的なミスが隠れてるので注意した方がいいですよっていう風なカードとなっております。で、これが行動面を表すカードですね。行動とかそういう感じ。月の聖地となっております。なんかね、職場でちょっと辛いことあんのかな、騙されたりね、中傷されるようなことがあったりとか、仕事の状況がはっきりしなかったりとかするっていう風なカードなんですね。精神的に不安定になりやすく、仕事に影響が出やすかったりとか、トラブルが起こる同僚ですね。メンバー同士のなんか噂話とかのトラブルとかが出てきやすくなるという風なカードとなっていますね。あと、隠れた敵がいたりとかするから注意しなきゃいけないですしね。行動的にやる気がなくなっゴシップカードなんで、そういう風なゴシップカードと私は言ってんですよ。芸能人を占うときには。だからそういうのにはちょっと注意するような行動面でちょっと取られやすいことがあるし、隠れた敵に足引っ張られそうになっちゃってるから気をつけた方がいいかなと思います。で、このカードがタワーの逆位置となってます。本音のところですね。なんかね、なんか事務所間で何か起こってんのかな。なんかね、
ここでもトラブル隠れてるって言ってて、やっぱトラブルに対処しようと必死に動いていて、で、本音でもトラブルっていう風に出てるから、なんか、事務所の中でなんかちょっとね、あるみたいですね。カードの意味だけ説明しますね。先が見えずに行き詰まってるなって思ってたりとか、方針を転換することができないと。あと、窮地に立たされてるなとか、周囲のペースについていけなくなって、長期休暇、精神的な休暇が必要になってくるっていう風な感じですね。あと、派閥紛争が起きててるとか、なんか、もう、あと周囲からの裏切り、騙されるとかいう意味なんですよね。そういう風に本人たちは思ってるっていうことなんですよね。なんか、騙されたとか、何かなんだってって思うメンバーが思うことがあるのかな。それがよくわからないんだけど、それになんかちょっと気持ちがうわーって巻き込まれてるような感じなんですかね。多分事務所かな。事務所内でいざこざが起こってるのかなっていうふうに思いますね。このカードは近い未来を表すカードとなっております。節制の正位置となっておりますね。辛かった環境からは一旦落ち着いていきますね。なんとか調和していくんですよね。このトラブルでグワグワしているところを。で、我慢して、なんとかこの困難、なんかごちゃごちゃしているところから脱出しようとしますね。あと援助者とか現れたりとか、交流者とかが助けてくれたりとかして、徐々に良くなっていきます。周囲と協力して仕事を進めたりとか、無茶をしなくなったりとか、自制心がある行動とかをしたりとかですね。で、順調にやっぱり成果を上げていく。チームの仕事もどんどん良くなっていくような感じですね。交流調整っていうような意味なので、やっぱりちょっとなんか事務所かなんかわかんないけど、ごちゃごちゃしてるのが調整されていくっていうような感じとなっております。で、このカードが、世界の聖地というカードとなっております。今後の展望ですね。もうすごいね。何がすごいって、このね、ワールドっていうのはね、世界でしょ。そう、世界なんですよ。海外にね、基地っていうカードなんですよね。だから、長期計画で成功していく、満足いく結果、仕事は順調に進んでいきます。で、トップクラスの成績を収めていくとか、仕事にラッキーなことが起こるとか、プロジェクトは成功をしていくとかね。すごい最高潮に迎えるよみたいな、脚光を浴びるみたいなカードとなっております。海外でのね、何か活動的なものがまたすごくつながってくるというか、生きてくるというか、やっぱりね、BTS を占ってね、海外がね、やっぱ出てくるよね、ここで。今後はいいです。やっぱここでちょっとぐちゃぐちゃってしてるけど、何かわかんないけど、ちょっと本人たちちょっと大変そうだなとは思うんだけど、ね、ここら辺のカードを見てると、そこを自分たちで何とか調整していって、困難を乗り越えていって、結果を出してくるっていうね、感じなんですよね。で、ここが、周囲の反応、BTS に対してね、周囲ってファンとか事務所とか周りの人たちね、がどういうふうに思っているかっていうことですね。はい、これが死の聖地となっております。関わり方がちょっと変わってくるかなっていうような感じなのかな。ちょっと感情的にちょっと変わりやすいっていうか、何かがガラって見方が変わるようなことがある。みんなが。それがどういう見方の変わり方かはよくわからないんだけど、周りはバッて変わるっていう、BTS に対しての視線変わるっていうことだけかな。本人たちの願望は太陽の聖地となっております。成功したい、幸福になりたい、明るい未来が欲しいと。計画も達成して繁栄したいってチャンスがあって生きがいがね、見つかってどんどん良くなりたいと。満足する結果と満足する仕事が欲しいと。で、どんどんいろんな協力者が現れて活躍していきたいっていうすごい希望を持っていますね。で、最後が、吊るされた男聖地なんですよね。
やっぱり何かの試練の時を迎えます、メンバーの中で。で、こう苦しくて辛いんですけど、それを耐えしのげれば、成功していくんで、やっぱ一回我慢の時期みたいなのが来るんですよ。試練の時だと思ってください。なんか、我慢しなきゃいけない時って誰でも来るじゃないですか。そのタイミングだと思ってもらえると嬉しいかな。身動きできないとか。で、どっちにもつけない中途半端な立ち位置になったりとか立場になります。で、我慢しなきゃいけない犠牲的な行為を強いられちゃうかな。で、その試練みたいなのが来るんで、それを乗り越えた時にものすごい成長していくことがあるんですね。で、喧嘩とかもしがち、とか、なんか関係ないところに被害をかぶってしまうとかいう風なカードですね。このカードは我慢のカードですよね。吊るされた男って。粘り強いとか根性があるとか長期計画に向くで、一見損してるように見えてもそれで得を得たりとかすることもあるし、視野をもっと広げたりとかしなきゃいけないし、不屈の精神で我慢して努力するタイミングだっていう風に感じかな。なんかね、現状がね、ちょっとね、ごたついてて、それなりに解消はしていくんだけど、そこを本人たちは状況を自分たちで受け入れて、それでなんとか頑張ろうとしていくっていう風なカードなんですよね。強いね。普通ならね、折れちゃいそうなことなんだけど、やっぱりなんかたくましさがありますね。はい、結果出ました。ファンの人たちがね、どういう風に今後ね、どういう風になって、でどういうふうに対処していけばいいかっていうカードをね、ここ2枚で出してみました。やっぱりね、一緒に我慢しなきゃいけないことが起こるのかもしんないね。結果から言っていきますね。吊るされた男がね、BTS に出てるの。我慢しなきゃいけない、耐えなきゃいけないっていうことが来るわけね。それでファンの人たちはね、一緒に耐えなきゃいけないことが起こる。我慢しなきゃいけないことが起こるんですよ。さっき言ったように、試練の時でね、なかなかうまくいかなくて、理性的な行為を強いられて、なんていうの、困難が来るんですよ。皆さんに対してもね。で、それはね、とても皆さんにも辛いことが起こる可能性があるんですね。BTS と共にね。可能性ね。起こる可能性があるから、それに対してどうすればいいかっていう風に聞いたんですよ、このカードが。で、これがね、女教皇の聖地っていうカードが出たんですよね。もうね、カードの意味から言うと若い女性たちで感受性が強くて物静かで良識あって直感力、洞察力に優れていてしっかりとしているみたいな感じなんだけど、私から言えば一緒にね、冷静に対応していかなきゃいけないかなっていう風な感じなんですよね。責任感を持ってね、で、頭をね、ちょっとフル回転して助けていってあげてほしいなと思います。難しいことを言うようなんだけど、このカードって、知性と知恵っていうような意味もあってね、知恵の象徴であるカードではあるの。頭を使う知恵ね。あと女性でしょ？だから若い女性たち。だから若い女性たちが知恵を使わないといけないっていうカード。辛い立場にはなる可能性があるんで、何かしらのね、その時にやれることって言ったら、やっぱり信じて待つって、プラトニックにね、皆さん好きでしょ？ BTS のメンバーのことを。だったらプラトニックに待つしかないんですよ。それは深いところでね、繋がってるっていう風なカードの意味合いでもあるから、BTS のね、メンバーとは深いところで繋がってるんだから、そこは信じて待つ。で、落ち着いて行動して、落ち着いて、見ていく。で、誠実な対応をしてください。で、感情はなるべく抑えた行動をしてくださいって。で、精神的にね、理解し合うように付き合ってっていう風な感じかな。で、最後出たカードが BTS のメンバーが、みんながね、ファンの人たちに対する思いみたいなのを聞いたカードなんですね。これが The World の聖地
すごいね、愛されてるね。理想的だと、もう意気投合して幸福な存在ではあるんですよね。とってもね、みんなからね、祝福されてるし、幸せだと思ってるんですよ。結束も強いと、周囲との結束が強いっていう意味なので、硬いっていう意味なので、結束も硬い。で、信頼し合える関係であって、調和も取れていると。安定した関係で、友情がね、愛情が完成していると。で、今までやってきたことっていうのは自分たちがやってきたことではなくて、みんなで計画していくことであって、それがどんどん完成していくと。で、外国の方ともね、友情が発展している。で、国境を越えていろんな方とつながれて嬉しいなっていうふうに。すごく幸せ。ファンのね、皆さんに支えられて幸せっていう風な意味なんですよ。世界なんてカードなんてね、もう代表するぐらいにいいカードなんですよ。タロットで占うと。すごくいいって、調和が取れてるって、満足達成感っていうカードが出て意味なんですね。もう本当に。それがね、出るっていうことはね、相当ファンのことを信頼してて、相当ファンのことをね、好きなんですよ。大好きで、もう愛情、友情も完璧に揃ってるって思っているので、だから、今から辛いことが起こるかもしれない。かもですよ。ちょっと耐えなきゃいけないコロナとかそういうのかわかんないけど。だけど冷静な態度で接して。で、BTS の人たちは、BTS のメンバーはみんなのことを信頼しているから、みんなはね、この気持ちに反するようなことはしないようにして、この気持ちに応えてね、言ってほしいなと思いますね。こんな感じなの。これが BTS のメンバーがね、みんなに思って、皆さんに思って、ファンの皆さんに対して思っていることですかね。はい、今日の占いの結果どうでしたか？ BTS のね、今後の運勢みたいなのを見ていたところ、過去現在とちょっとなんかごちゃごちゃしてるんですよね。トラブルというか、隠れてくすぶってるのかわからない何かがあって、それに、対応しているような状況があります。で、近い未来は、こう、調整して何とかしていこうとするんですが、ね、それが結果的にね、今後につながってくるんだけれども、まあ、最終結果は言うと、耐えなきゃいけない、我慢しなきゃいけないところに入ってきます。まあ、なんて言うんだろう。まあ、辛い時っていうのは人生で何度も来るんですよね。必ずいいことしか起こらないなんていう人生はないんですよ。で、私いろんなファンの方に言うんですけど、辛い時に支えるのがファンであると思っていまして。で、BTS のメンバーは多分表にも見せない、表情にも見せないようにして、すごく耐え忍んで頑張ると思うんです。あんだけなんとかしよう、なんとかしよう、なんとかしようと動いていってるっぽいんで。その時にね、皆様も一緒にちょっと耐えなきゃいけないことがあるかもしんないけれど、そこの時になんかこう落ち着いて冷静に物事を見て、知恵を使って行動していってほしい。知恵を使ってね、落ち着いて待ってみてもらいたいなと思います。で、ファンの方への気持ちみたいなのを見た時に、ワールドっていうカードが出たんですよね。ものすごくいいカードですよ。本当にいいカードです。あれはもう、世界っていうカードなんで、もう信頼しきってるんですよ。皆様のことをね。ファンの方々のことを。BTS のメンバーは。本当に信頼しきってて。だから、そういう信頼しているファンの人たちの取るべき行動っていうのはもう、とにかく、惑わされない。いろんなね、ことがあるかもしれないけど、惑わされないで、ドーンと構えて、落ち着いて冷静に物事を見ていってほしいなと思っております。で、辛いのはね、共にですから、ファンの方と同時に BTS のメンバーも一緒に辛いと思うんで、一緒に乗り越えていくような感じがいいのかな。落ち着いて冷静に頭を使いながら、落ち着いて対応していくという風なのがいいのかなと思っています。でね、悪い結果がね、はっきり言うといいかっていうと、良くはない流れ的には。でもそういうものを乗り越えてね、グループとか人っていうのはものすごく大きくなって成長していくんで、それにね、パターンと倒れるグループとか
ね、ボキッと折れちゃう人たちもいるんですよ、中には。でも私が BTS を占っていて一番感じたのは、そういうものに負けない強い意志っていうのがあるグループなんだなっていうふうに思いました。こう、バキって折られた時に、そのグループのなんかこう、底力みたいなのが見えてくる時があるんですけど、なんか BTS のメンバーはそう、努力と不屈の精神っていうワードが私の中ではバッてきまして、こう負けない、耐える、そしてなんとか上がってやるっていう風な意志みたいなのがカードたちから出てましたし、何があってもね、こう折れない、負けない、耐えるっていう強さみたいなのがあるんで、そこは皆さんはね、安心して待ってていいかなと思います。冷静になってね。で、やるとしたら知恵を使うような、頭を使うような行動、知恵を使う行動がいいかなと思います。なんか一生懸命ね、行動するっていうよりは、一旦落ち着いて待つみたいなのがいいかもしれないですね。いや、かっこいいですよね。なんかこう、私はこういうふうにガーって登っていくグループよりは、こう何度も浮き沈みをしながら、こう苦労して頑張ってこういう風に波をこういう風な感じで駆け上がるグループの方が好きなので、そういうでこう人の弱さでなんかなんか強さっていうのはそういういろんなねこうトラブルを超えた数だと思ってるんでね、それをね負けないっていう風に動いていくっていうところはかっこいいなと思っております。はい。なんか、また改めてね、BTS のメンバーのね、BTS に対する見方がちょっと変わったなっていう風に思いますね。なんか、このグループは不屈の精神だと思って見れるようになったかな。努力の人だ。努力と我慢と忍耐と不屈の精神だ。一番似合うかな、不屈の精神かな。そういうところが一番大事なんじゃないのかなっていうふうに思いました。はい。今日の占いの結果どうでしたか？キキさん、どんな運命であろう、運勢であろうと、私たちファンがこれからも一生懸命支えていくから大丈夫よと思った方、いいねとグッドボタンよろしくお願いします。あと、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございます。これからも頑張ります。あとはチャンネル登録してくださった方、ありがとうございます。これからも頑張っていきます。それでは、バイバイ。